こんにちは、加藤です。今日はですね、前回の動画でミニトマトに彩色をしたんですけれども、その際に使った色、塗る順番ですね、こんな風に色を塗り重ねていった、その理由についてお話ししていこうと思います。まず最初に陰影のこの影を合わせて、コバルトブルーを薄めて陰影の影部分を塗りました。で、なぜこんな風に最初に影を塗ったのかと言いますと、これまでにデッサンにおいても影の部分を最初にまとめてみる、明るい日向と日陰を分けてみるっていうような捉え方をしましょうっていう動画を何本か上げてきたんですけれども、それと同じ理由によります。最初に影をまとめてみましょうっていう意味でコバルトブルー薄く薄めて使ってみました。で、次にですね、赤い色の鮮やかなミニトマトを表現するのにいくつかの絵の具を使って、ここでは1,2,3,4,5色5種類の絵の具を使って、この状態まで今持ってきているんですけれども、この塗る順番ですね。今回はこんな風に最初にイミダゾンイエローとカドミウムイエローレモンを混ぜて、最初に黄色を塗りました。次にピンク色のオペラを塗りました。最後にカーマインとクリムソンレーキを混ぜて、色の濃いところ、赤色の強いところを塗りました。で、この塗っていった順番についてなんですけれども、それぞれちょっとお話していこうと思います。まず、このね、イミダゾンイエローとカドミウムイエロー。パレットで言うとこの色とこの色、混色したんですけれども、ここをね、なんでこんな混ぜてんのかっていうお話から。まず、イミダゾンイエローって画像でわかるかな、こっちの方がちょっと濃いめの黄色というか、オレンジみがかった黄色というか、濃い黄色なんですけれども、こちらの方が透明度が高い、透明感の強い絵の具になります。に対して、このカドミウムイエローレモン、名前にカドミウムって入っていますが、非常に隠蔽力というか、隠す力の強い不透明な絵の具になります。で、イミダゾンイエローだけだと、やっぱり透明感強すぎるので、一番最初に一番下に置く色としては、少し隠蔽力のある強い、体質的に強い、カドミウム系をブレンドしています。イミダゾンイエローの透明感に、カドミウムイエローレモンの不透明感を加えて、その、混ぜ具合で隠蔽力を調整しています。次に最終的に濃い赤色、鮮やかな赤色にしたいと思って色を塗っていくんですけれども、赤色から離れた色っていうか、一番遠い色から塗り始めています。そしてもう一つ、明るい色、明度の高い色から塗り始めています。で、ちょっとね、サンプルを作ってみたので、今度はね、こっちを見ながら話を進めていこうと思います。はい。これはですね、その使った色は一緒なんですけれども、塗る順番を少し変えてみました。まず、これは、イミダゾンイエローとカドミウムイエローレモンを混ぜて作った、その最初に塗った黄色ですね。で、これは最初にオペラを、この部分ですね、塗ってみました。で、これちょっと隠れてるんですけど、これカーマインを最初に塗っています。でね、ここはね、クリムソンレーキをこれ最初に塗っています。で、最初に4色、今回使った色なんですけれども、4色をそれぞれ4本色を塗ってるんですね。で、その上に、これはオペラを、黄色の上にオペラを重ねたのがこの色ですね。オレンジっぽいこの色。で、次のこれはですね、オペラの上にこのイミダゾンイエローとカドミウムイエローレモン、つまり順番を逆にして塗った色がこれです。で、次にこれは、最後に、ミニトマトでは最後に塗った色、カーマインとクリムソンレーキを、塗ったところに、これは、黄色をかけています。そんな風にちょっとね、塗る順番を変えてみたんですね。で、最終的にですね、これが前回と同様の塗り重ね順。この感じですね。が塗り重ね順。で、後から、これね、赤色の上に黄色を塗り重ねたバージョンがこの右の2つなんですけれども、ちょっといろんな色があって分かりにくいですが、
この辺が比べやすいかな。この辺が、赤もしくはピンクの上に黄色を塗り重ねた色で、発色としてはやはり黄色みの方がちょっと強く出ています。で、ここちょっとごちゃごちゃしているんですけれども、塗り重ね順で言うと、まずカーマインの上にオペラを乗せて、オペラの上に、黄色、イミダゾンイエローとカデミウムイエローレモンの混色した色を乗せたのがこれです。使ってる色の種類は全部一緒なんですけれども、塗る順番を変えたせいで、内容はこれと一緒なんですね。これとこれは、使ってる色は一緒なんですけれども、黄色が先で濃い赤が後のバージョンがこちら。逆にこれは濃い赤の上にピンクを乗せて、イエロー、黄色を乗せたのがこちら。そんな風に最終的な仕上がりがちょっとオレンジみがかって黄色みがかって見えてると思います。塗り重ねる順番によって結果が違ってくる。層になって上にかぶせた方がより表情が最後に乗っけた方が見えてくるっていうことで、今回は濃くて鮮やかな赤色を出したいがために黄色、明るくて赤色から離れた色から塗り重ねて、最終的に強い濃い赤にで仕上げるっていう手順を踏みました。はい。透明水彩の場合は下の色を乾かしてから上に重ねていくっていう重ね塗り、重色で発色のいい色を表現すること多いんですけれども、その重ねる順番によっても、例えばこれとこれですね、結果がだいぶ違ってくるので、最終的にどんな色に仕上げたいかによって塗る順番を考えていくといいかと思います。今日は前回のこのミニトマトを塗るにあたって、重ね塗りですね。重ね塗りをする時の色の順番をどんな風にして考えるのか、そして、決めていくのかということについてお話をしました。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。